今この道には私しかいませんよ。綺麗。右も左も長い塀。すごいな。こんな景色映画でしか見たことないかも。美しいですね。この木から漏れる光のことを木漏れ日と言います。この坂の上から見る景色は特別ですね。皆さんおはようございます。よしえです。今日は京都の街を散歩します。朝のゆっくりとした時間を一緒に楽しみましょう。それでは始めます。今は朝の6時です。私は今鴨川にいます。鴨川は京都でとても有名な川です。京都市の中心を流れています。たくさんの人がここでジョギングをしたり、座ってリラックスをしたりします。川沿いにはたくさんのレストランもあります。今日のお散歩はこの鴨川からスタートします。では横断歩道を渡ります。目の前に見える駅は京阪三条駅です。もし私と同じコースで散歩を楽しみたい人は、この京阪三条駅からスタートしてください。空には雲が見えますね。実はこの数時間前まで雨がたくさん降っていました。だから地面が濡れています。今日は日曜日です。昨日、京都に新幹線で着きました。その時は雨がたくさん降っていました。だから日曜日の朝にお散歩したいけどちょっと難しいかなと思っていたんですね。そしたら奇跡的に天気が回復しました。今日はちょっと青空も見えますね。よかった。今、私は住宅街を歩いています。少し歩くと、とても雰囲気がいい場所に着くそうです。京都にはもう何度も来ているんですが、なかなか1時間も2時間もお散歩することはないですね。電車で目的地まで直接行くことが多いです。だから今日はゆっくりと街並みを楽しむことができるのでワクワクしています。こういう住宅街の中にも素敵な建物がありますね。まっすぐな道です。京都の中心部はこのように道が東西と南北にまっすぐ並んでいます。理由は1200年以上前に計画的に街を作ったからです。地図を見るとチェスボードのように四角がたくさん見えると思います。日本人はこれを5番の目のようだと言います。ここは何でしょうね。休憩所かな？素敵な傘がありましたね。だんだん京都らしい雰囲気が出てきましたね。建物の色が基本的に茶色ですよね。京都には建物の色に関する厳しいルールがあるそうです。なかなか真っ白な家とかも建てるのが難しいと聞いたことがあります。マクドナルドやスターバックスも茶色いというのは有名な話です。
そろそろ祇園というエリアに入ってきました。皆さんが祇園と聞いてイメージするのはやっぱり舞妓さんじゃないでしょうか。さすがに朝の6時には舞妓さんはいないと思います。実際に本物の舞妓さんを見れるのはかなり珍しいと思います。あまりたくさん舞妓さんっていないんですよね。ここにアジサイが咲いています。アジサイ大好き。綺麗ですよね。ここは祇園白川というエリアです。歩いて行きましょう。とても静かです。隣にある川の音と鳥の声だけが聞こえます。綺麗。Google マップによると、ここら辺はレストランやバーが多いみたいです。夜になるともっと人が多いのかな。今日私は京都市内のホテルからここまで来ました。朝5時半の電車に乗ったんですけど、すでに結構人がいましたね。びっくりしました。私と同じように朝から京都の街を楽しみたい人がたくさんいるんでしょうね。この木は柳の木です。柳の木があるととても日本らしい雰囲気を出すことができます。柳の木大好きです。もっと夏になると葉っぱが増えてきてさらに雰囲気が良くなると思います。桜の時期はここに桜が咲くみたいです。いいですね。とてもいい雰囲気です。もし私が犬を飼っていたら毎朝ここを散歩したい。犬飼ってないんですけどね。皆さんは京都に来たら何を食べたいですか？私は昨日牛カツを食べました。牛カツが京都の名物かどうかはわからないんですが、お店がいくつもあったので、多分ね、名物なんだと思います。そう、牛カツはとんかつみたいな感じなんですが、中が牛です。はい、牛肉です。こっちから見る景色も綺麗ですね。今、この道には私しかいませんよ。綺麗。では、先に進んでいきましょう。さっきから少しだけランニングする人や歩いている人がいますね。でも本当に人が少なくてとても歩きやすいです。ここに小さな川があります。水が結構綺麗だなと思いました。これから八坂神社という有名な神社に向かいます。皆さん、地面を見てください。これは石畳ですね。地面が石畳だと歴史的な雰囲気を感じることができます。そしてここから先はアスファルトの道になりますね。こっちにはオフィスがあったり、車もたくさん通る道ですね。地元の人が普通に使っている道だと思います。今回私は1泊2日で京都に来ました。京都に来るといつも必ずお土産で買うものがあります。それが湯葉です。湯葉。聞いたことがありますか？豆腐の種類なんですが、ちょっとね、形が違います。豆腐は四角いじゃないですか。湯葉は薄い紙のような形をしています。
イメージはシルクみたいな感じです。で、その湯葉にお醤油とかをかけて食べるんです。これがもうめちゃくちゃ美味しい。本当に皆さんにも試してみてほしいなと思います。左側にローソンが出てきましたね。見てください、このローソン。色が茶色です。普通のローソンはとても鮮やかな青色なんですよ。やっぱりこの場所では青い色とか目立つ色は許されていないんでしょうね。さっきのお土産の話に戻ります。私はいつも抹茶のお菓子も買いますね。皆さんも抹茶好きですか？今世界的に抹茶はとても人気ですよね。京都に来るといろんなものが抹茶味で売っています。普段スーパーで抹茶味じゃないものも京都だと抹茶味になっているんですよ。そういう限定のお菓子を駅やコンビニで見つけるのがとても楽しいです。道を曲がると大きな通りに出てきました。この左側にある楊枝屋、京都では知らない人がいないくらい有名なお土産物屋さんです。今私が歩いている場所は京都の中でもメインの通りです。多分もうあと数時間もすると観光客でいっぱいになる場所だと思います。この時間はとても人が少なくていいです。皆さんが京都に遊びに来るときは夜楽しむか朝楽しむか決めておいた方がいいかもしれない。多分夜も楽しいと思うんですよ。でも静かな京都を楽しみたい人は早起きすることをお勧めします。今から行く八坂神社は24時間入ることができるので、朝から活動する人におすすめです。さあ、前に鳥居が見えてきましたね。実は私は4年前にこの八坂神社に来たことがあります。その時はすごくアンラッキーな年だったので、この神社でお祈りをしてもらいました。それを厄払いと言います。私は無宗教なんですけど、その厄払いはちょっと楽しそうだなと思ったのでやってもらいました。経験として一回はやってみたいと思っていたので、すごく良かったですね。その厄払いのおかげかはわからないんですが、その年はとてもいい年になりました。さあ、八坂神社に着きました。ここが入り口です。実は日本全国に2300もの八坂神社があるそうなんですね。その一番中心になっているのがこの京都の八坂神社だそうです。確かにいろんな場所に八坂神社という名前の神社があります。皆さんと一緒に中を散歩したいんですが、実は八坂神社は中で動画を撮ることが禁止されています。なので、外側だけ皆さんに見せて、私は一人で入ります。はい。八坂神社を出ました。そこにある鳥居をくぐって出てきました。鳥居をくぐるとき、日本人はお辞儀をする人が多いです。これがどうしてかわかりますか？鳥居は人間の世界と神様の世界を分けるゲートだと言われています。だから神様の神聖な場所に入るときに挨拶をするんですね。
そしてその場所から出るときも挨拶をします。だから日本人はお辞儀をします。前に鳩がたくさんいます。猫もいますね。かわいい。鳩がめちゃくちゃいっぱいいますね。はい、こっちの道はまた石畳の道です。さっきから街を歩いていて一つ気づいたことがあります。高い建物が全然ないですね。とても少ないと思います。京都くらいの大きな都市なら普通は高いビルがたくさんあるはずなんですよ。でも歩いていて全然見えないんですよね。調べてみたんですけど、京都市ではこの街の景色を守るために建物の高さにも厳しいルールがあるそうです。確かにここにビルがたくさんあったらかなり違った景色になるでしょうね。もちろん京都駅の近くとかには京都タワーがあったり高い建物もたくさんあります。雲がかなり少なくなってきました。気温もちょうどいいです。どっちの道に行こうかな。左の道か右の道。右の道の方が楽しそう。こっちに行きます。この道はねねの道というそうです。右側にはお寺があります。白くて長い塀があります。そして左側にはとても素敵な家があります。ここは何なのかな？レストランかな？ホテルかな？この地域は建物の前に看板を出しているお店が少ないですね。だから Google マップを見ないとレストランなのかホテルなのか何なのかがわからないです。それもまた京都の街並みが美しく見える一つの理由なのかもしれません。まるで自分が歴史ドラマの中にいるような気がします。ここら辺を殿様も歩いていたのかな。そういえば皆さん、京都で忍者や侍の体験ができるのを知っていますか？私は体験したことがないんですが、多分海外からの観光客には人気のアクティビティですよね。ちょっと行ってみたい気もするんですけど、日本人ほとんどいないのかな？もし体験をした人がいたら教えてください。素敵ですね。ここら辺の旅館に1回でいいから泊まってみたいな。ここは何だろう。お寺かな。緑がたくさんあって素敵ですね。こっちには入れないみたいです。元の道に戻りましょう。まだ朝早いので空いている場所が少ないです。でもここをこんなに一人で歩けるのは本当に特別な体験だと思います。早起きしてよかった。今日は朝5時に起きました。普段は朝5時に起きることなんてめったにありません。右も左も長い塀。すごいな。こんな景色映画でしか見たことないかも。最近の家ではこんなに長い塀は作らないので、歴史を感じられていいですね。日本の他の観光地ではどこにでも文字がありますよね。例えば看板とか壁のポスターとか。でも京都ではその文字が
本当に少ない。あったとしても、こうやって本当に少しなんですよ。それが日常と違う感じがしてとても好きです。ここにもお寺があります。10時に開くみたいです。京都にはいくつお寺があるか知っていますか？京都市だけで1600以上もあると言われています。すごい数ですよね。ここに階段があります。木がたくさんあって先に何があるのか見えないですね。ワクワクします。この先には多分お寺があります。ここら辺のお寺の数は本当にすごいですね。あ、左側には竹が生えています。竹の間から光が差し込んできます。美しいですね。この木から漏れる光のことを木漏れ日と言います。私の大好きな日本の言葉です。ちょっと後ろを振り返ってみましょう。おー、綺麗。自然に囲まれてとても癒される空間です。ここは高台寺というお寺でした。残念ながらまだ入ることはできませんでした。またいつか来たいな。さっきの高台寺は有名な豊臣秀吉の妻が建てたお寺だそうです。その妻の名前がねねと言います。だからこの道のことをねねの道と呼んでいるそうです。さあ、大きな道に出てきました。これから京都の中で一番観光客が多いと言われている清水寺に行きたいと思います。朝の7時ですが、どれくらい観光客がいるのかな？ちょっとドキドキしますね。ここまでの道は本当に人が少なくて、とても静かでした。まずは二年坂、三年坂という坂になっているエリアに行きます。この狭い道に入っていきましょう。結構太陽が上がってきて眩しいですね。さっきから進む方向に太陽があるんですよ。だからカメラを向ける方向が難しいですね。道を映したいけど太陽は映したくないみたいな。眩しい眩しい。この道も細くて素敵です。左側に素敵な喫茶店があります。お腹すいたな。何か食べたい。でもお店は開いてないですね。ちょっと後ろを向いて進んだら眩しくないかもと思い始めました。後ろ向いて動画撮ったら危ないですかね。まあ人がいないのでやってみよう。影が映っててなんか面白いですよね。眩しくならないようにカメラにつけるフィルターを買ったんですよ。それもコメントで教えてもらいました。そういう技術的なことに本当に私は弱いので教えてもらえてよかったです。ありがとうございます。今私が通っている道は一年坂らしいです。そしてこれから行く道が二年坂。もっと先に行くと三年坂という感じで増えていきますね、数が。わあ、ここら辺は全部お店ですね。今は閉まっていますが、10時ぐらいになるとどこも開くみたいです。うわあ、楽しそう。ここ、もっと遅い時間に来てもいろいろ買い物ができたり食べたり楽しそうですね。
お土産とか買いたいな。どこでもいいから空いてないかな。右側にピーターラビットのお店が出てきました。かわいい。こういう新しいお店もあるんですね。あ、なんかショーウィンドウがあって、どういうものを売っているかだけは見られますね。これはかんざし。伝統的なヘアアクセサリーです。まだ店は開いてないけど、何が売っているか見られるのは良かったです。ここはお香屋さんかな。そしてこっちにはお菓子屋さん。楽しいですね。歩くだけでもとてもワクワクします。観光客も増えてきたように思います。この道は結構狭いですね。人が増えてくると車が来るのも難しそう。一つ一つの道の間も気になります。ここも歩いたら楽しそう。でも今日はまっすぐ進みます。目の前に階段が出てきましたね。たくさんの人が記念撮影をしています。確かにここは写真を撮りたくなる。茶色い家と青い空。この坂の上から見る景色は特別ですね。では、さらに進んでいきましょう。さっきからずっと道が本当に綺麗ですよね。たまにゴミ箱を見つけるんですけど、ほとんどゴミ箱はありません。だから皆さんがもしここで食べ歩きをする場合、その食べたお店に渡すと捨ててくれると思います。日本はやっぱりゴミ箱が少ないのが結構大変ですよね。あ、でもこれ左側のはゴミ箱かな。こうやってね、たまにゴミ箱があるんですよ。そういうところを使うのもいいですね。そしてもう一度階段が出てきました。こっちの方がさっきより長い階段です。だんだん気温が上がってきて暑くなってきました。お腹も空いたし、喉も渇いてきました。階段を上がっていきましょう。この2年坂、3年坂にはちょっと怖い言い伝えがあります。この坂でつまずいて転ぶと寿命が縮むというものです。これは人々を怖がらせるためのジンクスではありません。この石畳がとても転びやすいので気をつけて歩きなさいという教えが伝わってきたものだそうです。はい、坂を登り終えました。もう少しで清水寺に着きます。私は京都に対して人が多いっていうイメージがすごくあったんですね。それで人混みが苦手な私は京都で楽しむのは難しいかなって思っていたんですよ。でも朝早く起きれば静かな京都を楽しめるんですね。気づけてよかったです。左側にカフェが出てきましたね。八つ橋って書いてます。お腹すいたし入ろうかな。はい、注文しました。八つ橋とお茶のセットでした。皆さん八つ橋って知っていますか？もちもちした皮の中にあんこが入っています。このお店のは栗も入っていました。めちゃくちゃ美味しかったです。こんなに朝早くから開いているお店は多分ここだけだったと思います。冷たいお茶も飲み放題でした。
清水寺まであと少し頑張って歩きましょう。さあ、清水寺に着きました。これが世界遺産の清水寺です。ここは朝の6時に門が開くそうです。なのでたくさんの人がいます。みんなここで写真を撮って中に進んでいきます。YouTube の動画撮影は特別な許可がいるので、今日はこれでおしまいにします。この動画が面白いねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして Patreon で私をサポートしてもらえると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。